いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。今回も、ヴィンテージデニムのねジャケットですが、ちょっと解説していこうと思います。こちらですね、はい、リーバイスヴィンテージデニムジャケット、タイプ1、タイプ2、タイプ3、はい、こちらの本に載ってます、ね、はい、シャープ07番、はい、こちら1936年モデルと言われる、はい、もうまたねすごい激レアな年代なんですけれども、ちょっとねこの実物残念ながらこの襟をですねこうカットされてまして、はい、ただねコンディションがすごい良かったんですけれども、こちら、レザーパッチ、はい、このね36年あたりのレザーパッチがしっかり残った、ジャケットほとんど見つかりません。こちらねレザーパッチ大きく載せさせていただいてるんですが、ここよく見ていただくとサイズ40と書いてます。通常ねこの後の年代はねジーパンと同じウエストレングスというふうに、書かれます。このやっぱり30年代の頃のレザーパッチにはサイズと書いてますジャケット。これがね、きちんと読める状態っていうのはもうこのジャケットしかなかったんです。はい、でこれもね、お借りさせていただいてこうやって掲載させていただいたんですが、はい、こちらと同年代のジャケット、はい、ちょっとねレザーパッチはもう欠損してるんですが色落ちがね、全体的に綺麗に押してます。今ね現状、本当に大きいサイズっていうのがね人気です。サイズ測ったところ、実数がね今ね40ぐらいです。レザーパッチが42というサイズ表記だと思います。こちらね今実寸基本的にはねこのウエスト部分です。ここの横で測るとですね、今51センチです。これを一周すると102センチということは今実寸が40インチということですね。はい、ここを測ってね40だと表記は42というのが一応分かります。36年モデルという特徴です。よく言うんですがこのプリーツのこのスクエアステッチですね、こちらが細いですね。はい、もちろんこのボタンからはずれてます。そして37年からつく赤タブがついてないですね。はい、もちろんここの奥まで僕もずっとちゃんとチェックしました。ついてた形跡は一切ありません。はい、そしてこの当然ですがポケットの裏の生地は、はい、この薄いオースを使ってます。はい、そして、リベット、はい、こちら LS&CO と書いてる、O のね下がこうアンダーバーが入って O が小さい、これはもうね30年代、はい、に使われているリベットを使ってます。後ろなんですが、はい、ファーストのこの後ろのバックルバック、こちらのねバックルの金具も実は特徴がありまして、これいわゆるつるっとした素材です。はい、そしてここにソリッドと入ってますね。はい、これもね全部シルバーのこのつるつるの金具を使ってます。もちろんこれは針なんですけれども、そしてこの受け側、こちら受け側がですね三角ですね。この後37年赤いタブがついて、その以降になるとここの受けの部分が実はちっちゃい丸になるんです。このね、36年から7年あたりまではこの受けが三角というのを使ってます。あともう見た目に関してはねこの後、30年代が終わって、戦争の時期になるとまたフラップがなくなったりするんですが、これはもう本当にオーソドックスな5つボタンフラップ付き、はい、いつも言うようにこうパッと見た時にここのスクエアステッチが細いというのが一番の特徴だと思います。パッと見、はい、そしてこれがね先ほど42縮み、僕が全然着れるサイズ感です。 T シャツ1枚とかで着てゆとりはあるぐらいですね。やはりこの袖がねこう広げた時に真横にきますね。これが本当にいわゆるタイプ1の形特徴になります。色はね
全体的に落ちてますが非常に状態もいいです。この年代の36年モデル、はい、この状態で出てくることも本当に数少ないと思いますね。はい、でこの間本の発売の時にも、何着か売らせていただいたんですが、実はですねこちらにもう1着あるんです。こちらはねちょっとサイズが、だいたい34インチぐらい、まあちょっと小さめです。まあ女性が着たり、まあ細身の男性だったら着れるかなと。はい、まあマッコンですね。これレザーパッチが残ってたら最高なんですけれども、こちらもねちょっと欠損しちゃってます。はい、こちらも同じく、はい、細いですね。はい、まあこれだけマッコンだとパッと見分かりづらいんですが、こちらも裏は薄いオンス。これはもう当たり前ですね。WX506WX の、はい、WX はこの裏地が薄いという。はい、まあこれ実は36年ほぼ同年代です。ちょっとね違いといえば、こちらよく見ると本当にちょっと濃いオレンジステッチがね結構使われています。この胸元のここのステッチもそうですね。結構濃いですね。ただこちらはまあイエローステッチというよりねちょっとね山吹色って言い方がちょうどいいと思います。ちょっとこう黄色、見た目はちょっとオレンジなんですけど、ちょっと黄色が強いようなステッチ。まあ、この同年代でもね意外とこうやってステッチワーク色が違ったりするんだなと。はい、こちらも先ほどと同じちょっと外してますが、はい、つるっとした、はい、バックル使ってます。こちらも受けが三角ですね。はい、1936年モデルという、まあここのね期間本当に実際1年ぐらいだと思います。はい、こういったジャケットが存在するのも、まあ現在この状態でここに2着あるというのも一つねちょっと奇跡的なことかなと思うぐらいなんですが、こちらのジャケットをですね、まあ、ちょっと今回お借りしてきたものなんですが、はい、実際こちら、まあ、サイズがね先ほど言ったように34、はい、なんですが本当にねワンウォッシュぐらいです。この年代がワンウォッシュぐらい出てくるというのも本当にね奇跡的なことだと思います。一応こちらお値段ね120万円に消費税です。はい、もうねこちらが着れる方、あとはちょっとコレクションにできるぐらいのアイテムだと。実際これのねパンツが出てくると完全バックルバックの赤タブつく前という年代になってくるので、それの上というねまたこの激レアな、はい、まあ激レアな年代って言ってもいいと思います。はい、今回は1936年モデルのジャケットを紹介させていただきました。またですね、こちらの本に載ってる、現物だったりとか、まあ、同年代のジャケットなんかを、解説させていただこうと思っております。またご視聴よろしくお願いします。